19歳で世界一周を終えた後、日本の田舎に移り住んで、ここから自給自足のような環境づくりを目指している小笠原小鉄です。で、僕が買ったのは古民家、畑、田んぼ、山で、これがね全部総額で80万ぐらいで、ちょっと安くてびっくりしちゃったんですけど、これからの時代何が起こるかわからないじゃないですか。だからできる限り自給自足のような環境づくりをすることで、自立したいなっていう意味でこういう活動をしています。今はここのボヤを使ってるんじゃなくて、離れで寝泊まりしてるんですけど、このボヤはムカデとかネズミが出て、もう予想外で訪問者がいるっていうのもあるし、広すぎてこういきなり手つけれないんで、比較的新しくて、手つけやすいっていうのと、まずは仕事場から作ろうっていうことで、仕事場兼住居みたいな感じで使ってますね。そんな様子を総編集として見やすくまとめてありますので、ぜひ最後まで見ていってください。お宝。まずは人生で初めての畑作りに挑戦します。どうもどうも。偉いな、あんたも。偉いやろ。畑仕事は偉い。スコップでこう飛び入れてな、土を起こすね。雨が降った後な、ちょっと柔らかなると思う。割れた。割れた？で、草刈った後はその日にもう土も耕していい？起こしてもいい？刈った後すぐでも大丈夫だよ。ただ土を起こす際は根っこごとしっかりと草を取り除いてからにするといいね。そうすると後の作業がスムーズになるし、土がふかふかになりやすいよ。体力的に無理がなければ同じ日にやっちゃって OK。 疲れすぎないようにマイペースでやってね。これはわお。これさ、もともとこの角度やから、この角度でやるもんなんだよ。本日2回目。軽く湿らせるのはいい考えだよ。土が乾きすぎてると耕すのが大変だし、湿った状態だと土も扱いやすくなる。ただし水をやりすぎると逆に重たくなっちゃうから、少し湿らせる程度で OK。 手で触ってみてしっとりするくらいが目安だね。もともとしっとりしてるからいいねと思っていいね。とりあえずこんなもんでええんちゃう？一旦どうせまたええから。んで、刈った草とか、この辺の草を上に乗せます。乗せていこう。できたね。1週間草を乗せたまま1週間置いとくらしいです。高内さんやっけ、ごめん名前忘れたって。そう、高内実さん流のやり方をちょっと参考にさせてもらいました。その上で1週間放置して、1週間後会いましょう。これね、近隣のおばちゃんからネギ2ついただいたんですけど、先にこれを植えようかなと思います。これ細いネギは今パッと調べた感じ、飛ばされないように壁に沿わせて植えてましたね。こんな感じで壁に沿わせてやってた。風に飛ばされる防止らしい。気づけばこんなことやってるよ。この緩急えぐいよな。曲がり方がえぐい感じで逆側もやる。おすすめの方法あったらコメントでぜひみんな教えてください。農業とか俺より長く生きてる人が多いと思うんで、知恵がある人が多いから、こんな感じで合ってんのかな。いいやん。いいね。よっしゃ、こんな感じで初めてのなんていうこれ苗植え完成です。完成。マイクラやマジでね。キモすぎる裏側を見て。うわ
あ、いいやん。もう田舎も草刈りとの対決みたいな。もう一生草刈りと戦ったなあかん感じなんですよね。よく農家さんはなんか時給10円とか言うけど、これで初めては思いましたね。周りの人たちとかも一生草刈ってて、今アフレコ取ってる。今でさえ、nowでも外から草刈りの音聞こえるんですけど、だからもう時給換算したら大変なことになりますね、これは。全然ちょっと話変わるんですけど、昨日の夜、初めてなんかパンパンっていう銃声みたいなのが外から聞こえてきてビビりました。夜中に狩猟というかそういうのやっていいもんなんかな。誤って人を撃ちそうですよね。次はなんていうかな、この庭というか家の前に生えてる草木たちをね整えていきます。庭師みたいな感じで。庭師もこれでやってるのかな。庭師は、うん。細かいのは全部。細かいのは。やばっやばっ。何？え？どういうこと？切れた。なんで？やらかした。続きましては倉庫の片付けということでお宝が眠っているかもしれません。回ってる？うん。回ってる？あ、そっち？うん、あ、待ってる。なんか暗いからね。まずこれ。なんていうの？学校にあるようなテーブル。これ何気ありがたいよね。低いね。これもうなんかある。この奥なんかあるやろ。ゴミや出していこうか。ゴミ侍。木の穴で出てくるなんかさ、織物みたいな。廃材ゲット、廃材ゲット。廃材ゲット、廃材ゲット。廃材ゲット。廃材ゲット、廃材ゲット。宝やから全部。出るな。荷物の量が持っていかれるから。軍属が出る。アワビは軍勢が有名なんですよ。何これ。これやっぱあれじゃん。千箱機みたいな。君の名に出てくるやつじゃないこれ。ぽくない？あんた今夢を見とるな。あんのやばい。木材いっぱいあるでこれ。うわこれめっちゃ使えるやん。全部ほら資材めっちゃあるから。これとか何？謎の道具すぎて。これさ、何これ気持ち悪い。これカビじゃねえな。これ眉じゃない？いつの間にってこと？ほら。いい。あ、こっちだ。から。うわ、すごい。革製のお盆？なんか売れそう。天然。グ。レザークラフトって書いてる。これ革やで、革。なんか、革のお盆って珍しいわ。これ気になる。あとで、これ一番最後。これ一番最後いく。
まずこれいっていい？タイガージャー、炊きたて、ポン。辛いないかい。おー、今こういうのってさ、マジ有名な人の作品やったらすごい価値つくから。サラ系。これ誰々の作品じゃないですかってめっちゃ来てくれんの。すげえ。これ可愛くない？これえぐい。こういうのワンチャンいいんじゃない？これで売れそう。見るからに高そうやけど。まあいいやつの可能性結構ある。これとかこれ名前があるやん。このランソネみたいな。サラ好きは興奮するんじゃない？これもちょっと綺麗に保管しよう。サラなんかボール系めっちゃいいやんこれ。これで食おうぜ米。こんな感じで木のなんかうどんみたいな宮本ジャパン。これ出てこいお宝。皿めっちゃあるやん。皿このよし。うわごめん。うわミスった。やばい目入った。ごめん。リーグこれ皿価値あるゾーンに持ってってこれ。価値あるゾーン。価値あるゾーン。で次これいきます。うえ。こういって。おお。めっちゃ綺麗なやかんでできた。いいねこれ。ちょっともう新品にしよう。おばあちゃん風でできた。おばあちゃん風。これも新品にしようやね。これ。小皿。いいやん。これ茶碗やん。これも全部茶碗。なんか良さそうな。ね。これも。ほら。うわこれなんか、安物じゃないので、ね。ちゃんとした。します。よいしょ。これもまあ、皿系、もう全部皿系やな。使えるゴミを片付けていきます。あ、これ何これ。何これ。なんか良さそうなやつだよ。価値はありそう。ね。お次はゴキブリ見えたけど。生きてる？死んでる。何これ。ちゃぶ台や。バキで出てくるやつ。うわ嬉しい。これめっちゃいいやん。でまあお盆。これもお盆。ここもお盆で。じゃあこれ開けてみる？これどうせ徳川埋蔵金できたら。まず何て書いてあるのこれ。種って書いてない。日坂かえなんちゃらなんちゃら。貯蔵。採用。なんか、これ蚕じゃない？蚕種貯蔵。蚕とかなんてなかった眉。これ眉やってどうせこれ全部。うつろ眉や。人間いたらうわーいきます。いでよお宝。あれここか。お宝オプス。お宝オプス。何それ。布団？ちょっと待って、ただの布団とか言う？これ捨てんの金かかんねん。一番金かかんねんこいつ。これ何？米かなと思った。一瞬米に見えた。何これ。ふざけて。これ下になんか埋まってるとかね。そんな、ほこりが。いきなこと。うわ、おい。うわばっかり。いやいや、まだまだあるから、上もあるし。埋蔵金とか言ってなかった。ここで何気結構金のあるもんあると思うで、俺。はい、行きます。この辺から行ってく。なんやこれ。ノーモア映画泥棒。あ、名前書いてる。モザイク。言ったらかな。一旦まあこれここに置いとこうか。お盆系よくさ、会食していっぱい人来てご飯やってるって言ってたから、これでいっぱい今まで振る舞ってたんやと思う。しゃもじもいっぱいあったしね。せーの、オープンオープン。こういうの多いな。で、これやばない。小皿系やな。同じような。同じようなね。皿系。まあ、皿系ですね。どんだけあるんこれ。何人やってたの？
いいね。これ囲碁台じゃないこれ。ああ。囲碁やほら。すげえ。やり方知らんけど。駒があるから古民家といえば囲碁だよな。まあそういうとこあるかも。お、なんか。オープン。おお、これ良さそうじゃない？おー一枚に入ってんねこれ。結構美しいけどこれ。いいね。これ真珠じゃないこの光り方。あ、それ結構あるそこに。よいしょ。はい。うわー、すごい。そうめんとかで。これ無限にあるぞ。皿大きい。ダメじゃない。いや嬉しいこれ。何個あっても嬉しいやつ。ちょっとメルカリで出しまくろさ。お、これあれじゃん。そう。なあ。名前忘れちゃった。うん。あ、じゃあこれガチな。今度は本物や。象印。ネズミ取りちゃうこれ。うわ、これネズミの死骸やん。え、いっぱいネズミの死骸がまあ、要されんな。白骨化してる。ほらよく見たらネズミなの分かる？ガチ無理。よく見たらネズミ。いやー。やると思った。何これ。え、あ、囲碁や。おお。囲碁あったで。すごい。割れてる。ってことは黒もいるやん。黒もあるじゃん。はい。やり方知らんけど。やり方知らんけど。これなんか上等そうで。はい。何これ。貫入陶器。瀬戸焼き。陶器。これとか。え、もう絶対いいやつ。うわ、すごいこれ絶対立派。え、芭蕉って書いてるやん。松尾芭蕉やん。えぐもうなんか俳句が書いてんじゃない詩が。オープン。っ。わー、すげえ。テンション上がるんやけど、こういうの。張りたい。なんなのね。まあなんか盛り付けやな、ヨーロッパ系のと。オープン。おお、何これなん。すかなんかお弁当みたいな。ね。棺みたいな感じ。海外のもの多いね。ウイスキーやって。で、こういうの多分価値あるんだよな。はい。毎回。お前かよ。象印しちゃう保温じゃあ。え、これとかさ、普通に使えそうやね。使えそうやな、綺麗にしたら。え、出てきた。え、餅つきやん。おう何の人やん。なーにー出てきた。はい。プラネタリウム使いな。あ、でもこれ綺麗にしたら使えそうやん、ほら。伸ばして。ね。先輩ですよ、一応。あ、これ立派やな。立派やで、これも。ね。使い方はよくわからんけど。マジ刀出てきてくれんかな。いるね。なんか。なんかいっぱい出てきた。こんなあ、カンナあるやん。うん間違った。あ、でもこれもさ、カンナっぽいで。ほら、ここは。あー。変わってるけど。でも、あ、カンナあるやん。ほんとだ。でこれマジ廃材いっぱいあるからマジいっぱい使えるぞ。でこういうの言ってさ全部整理したいなカンナとか。これもカンナやで。ほらそうだね。大体もう紹介しようって後で綺麗にするとして。いやこれちょっとねワクワクするね上。わなんですかこれ。服服にしてや変やで。はい皿。はい皿。でお風呂切る。オープン。サビで。頼む。いいの来てくれ。さあ、横もあった。横もありました。なんだ。オープン。あ、もうないよ。じらしてくるね。来た。せーの。何これ。何これ。なんかもうただならぬ雰囲気があるね。夢見せてくれよ。せーの。オープン。ほらー。これ一番いいな。はい。オープン。マジ次はこちらの建物の残地物を漁っていきます。せーの。おい。あ、これタイヤじゃない？あ俺タイヤ欲しかったよな。
これにバネつけてこのかかし作れるから多分タイヤエアバーグみたいなおばあちゃんカートあ嬉しいこれで的場で草からせようか12ミリぐらいある壁おお、いいよ。多分てか、 12複数あるよね。で後ろにもほらこの1枚2枚かな2枚ある。ありますねブルーシーの下も多分ねほらコンパネみたいなの使わせててあ、これ。廃材とかに使えるかな横とかもほら細いボールでうわこれまた危ないみたいな化学薬品系昨日さすって死にかけてなんかちょっと気をつけますかなんだろうね。ガソリンとかかなおこれは草刈りの刃や錆びてるけど使えるやんほら磨けば。でね俺ずっと気になったやつがあるのこれ開けてないの俺これ絶対工具やと思うねんな電気系のああ、お願いしますまずは持ってみますね確かにね。重いマジで。重い俺も持ってみたい。まだ重いからちゃんとあ、ガチ重い。やろこれはずっしり入ってる。お願いこれなんかいい着替えが入ってくださいなんやろマジでこれだけマジででも楽しみにしてたあるの知ってたからせーのオープンああ、タイヤの。車上げるやつまあでもいいじゃん。これ多分高い自分で、できる。そう車上に上げるやつやねあハンマー出てきたほらデカハンマー3500あこれも替えの刃じゃないいっぱい出てきたガチでほら、売れるんじゃん。どうやろうねこんな錆びてたら俺らが使った方がいいか。使えると思う俺ら使えるよねこれとか中入ってるもんあれ上に資材いっぱいあるぞほらいっぱいある。ほらここも大量のあすげえファンタすごいこれ昔の売れるんじゃね1リットルでこれ瓶ねワンチャン売れてるかもねでもちょっと落書きが入ってる畳がいっぱいでででだー斧で嬉しい。これ綺麗に加工したらね削って綺麗にしてちょっと待って、貸して。斧を求めてたんしかも亀あもう終わりますもう一個斧俺の欲しかったもんなそう、探してたもん、ホームセンターで。探してたものいいのなかったから。しかも高いねこれノコギリ2つヨッキーがやってないぜははははうわはいせーの釣りこれ蓋開けてくれオープンおおこれなんかちょっと良さそうな綺麗。綺麗やんね新品やねあ道具系うんか何っこよノコギリじ入れ物かっこよくね。ゃんいろんなのあるといいね嬉しいねこの系まあ出てこんかったのどこ見てもいやー、嬉しい。大体残地物を調査し終わったんで荷物を出してまあ綺麗にしてここをね道具置き場にしようと思って今片付けている最中でございます。床がもうボロボロで板外して土慣らしてって感じでこれ今やってますね。はい地味に大変でした。この日雨降ってたのかな確かだからちょうど室内作業でよかったと思う。これ1階のまあ入り口部分なんですけどこれ右側にも部屋があってで2階もあるからこれ結構広いんですよ。とりあえずこの片側部分っていうかな入り口入ってすぐの部分を片付けていますね。はいここの道具置き場も完成したんで入ってください。
見てください、これ大量の木手に入れました。これすごい。すごいよこれ、ほんまにすごい。これ基本的にね、薪に使うといいよっておっしゃってくれましたね。やっぱこう割って薪割りやりたかったから嬉しいな。もう DIY とかでもいっぱい使えそうなのもいっぱいあるから、ほら。でもありがたいんで、このね、木が置くとこがね、なくて今、もうあちこちに廃材とか置きまくってるから、今回は木を置く場所をね、ちょっと作ろうかなと思います。とりあえずね、ここに今乱雑になんかこう出てきた廃材とかまとめてるんで、これちょっと綺麗にして、奥とかも結構こう物が置けそうな感じになってるから、綺麗に薪というか木を並べていこうかなと思います。なんでここを一気に綺麗にしていきます。綺麗になったんで、次はここに木を入れて整理していきます。今回の動画はこちらの長年放置された田んぼを蘇らせて田植えをしていく。それではどうぞ。今ですね、田んぼをなんていうんかな、耕してるっていう、とりあえずこう土をほぐして雑草を刈って、米を植えれる状態にして、俺たちさトラクターがなくて、買ったらもう中古とかでも200万とかそんぐらいやって、でレンタルでも結構高いから、そういうのを含めていきなりなんかそんなん使ってやるより、とりあえず自分たちの分の米は作りたいなみたいな。だからそのトラクターとかなしで、このもう手作業だけで、とりあえず実験的に米を作ってみようかなと思ってます。初めね、長靴でやってたんですけど、機動性が悪すぎて抜けそうになるから、裸足でいいんじゃないかってやったらね、裸足で一番良かった。俺も裸足で裸足でやってます。でもまだ半分もね、いってないんですよね。そうやね。死ぬ気で頑張ります。てか昔の人絶対裸足でやってたよな。まあね。裸足やと思うやっぱ。僕ら裸足で叩き入って炎上してたけど、謎に。いや、これさ、もっとあと20人とかおったら一瞬で終わるやろな。人が欲しい。メンバー募集してます。でもあれ、ハンター試験より難しいです。入るのは。数々の選抜を超えた後にメンバーに入隊できるんでよろしくお願いします。聞いたら方はね、DM でもくれたら、詳しい応募条件は、DM でもくれたら、話します。そんなことある？完成。これで何するんですか？これでこう田んぼでライン引くことによって均等にね田植えができるっていうやつをね、近所さんがくれたんですよ。使わないみたいな。おお。だから今からね やっと田植えれます。はい、田植えの季節がやってきました。これ既視感ある人多いと思うんですけど、昨日ちょうどヒカルがこれを持って動画上げたんですよ。
で光の真似してるわけじゃなくて、マジで俺ら前から買ってたからっていう、それだけがね。あの人の方があの人植えてないから実際。ちょっと植えていきたいと思います。これ見てください。5箱苗箱を5箱買いました。この5箱でどれだけの面積が埋まるかっていうのを正直よく分かってなくて、もう AI、GPT で計算してもらって出した面積をもうおおよそ耕したんですけど、とりあえずね、そんな感じなんで植えていきたいと思います。はい、ということで、これね、さっきも紹介したと思うんですけど、近隣の方が貸してくれたんですけど、貸してくれたんか、近隣の方がくれたんですけど、これでこうラインを引くことによって綺麗に田植えができていけるっていう優れものです。ライン引きますか。いざ入水します。初めての田植え、これめっちゃ頑張ったから綺麗にならしてこれ分かるかな。これ分かるこれ分かる。水高いかもね、やっぱり。次回じゃん。そうやね。あ、いやいやいや。いやー、マジ光のパクリみたいになってるの嫌やねんけど。いやマジで俺らずっと前から予定してたから。で、今日やるって言って、昨日ちょ上がってうど上がって。でもそういうことですよ。もうそういう時代というか、やっぱ賢い人はね、やっぱ目つけるとこが違うんですよ。俺みたいに。これ手で鳴らすの大変やったよ。3人で頑張ったんやけど、来年からはもっと楽になると思うんだけど、今年は初めてというかカッチカチの状態でやったから。今回の米は自分たちの分ももちろんあるんですけど、もしあれだったら販売しますね。分からん、余ったらどれぐらい取れるか正直未知なんで、でこれとかもっとどんどん面積増やしていって、こう視聴者の皆さんに売る用のお米ももちろん作ります。とりあえず今年はなんか実験的にやってるんで、うまくいけばぜひ美味しいお米を皆さんに届けたいと思います。自分たちここ綾部っていう場所なんですけど、京都のその綾部の中でもトップクラスでここで取れるお米は美味しいみたいです。土が粘土質で栄養が逃げづらいで、もっちもちの美味しいお米が取れるみたいです。横の方がね、本当に横にも田んぼあるんですけど、その農家さんが言ってましたね。天下一品らしい、ここで取れる米は。水がきれいなんだ。そう、水ももう生活用水も一切入ってなく、山の水とかからこれ全部引いてきてるんで。とりあえず4分の1ぐらいライン引いたんで浮いていきたいと思います。やりますか。よしよしよし。これどうやって取ればいい？ごめん、苗箱からの出し方教えて。これ硬いで結構、だってほらこれ大丈夫かな。一回これ水つけていけるか。この2本をこんな感じか。端から。じゃあ育ちますように。チュッチュッチュ。これ大丈夫？沈みすぎじゃない？窒息視線？ちょっと水抜いてもいいかもね。これ雑草と混ざって分からんくない？ほぼ雑草や。これちょっと一回取ろうかな。ちょっと水を抜きますか。すごいな。OK、水抜きます。周り塗ったんですよ、土で。だからマジでこう水が流れにくくなった、いいことではあるんやけどね。植えていきます、続きを。水減らしたんでだいたいこんなもんでいいでしょう。でね、2本ずつぐらい植えていきます。
リコ苗箱こっち側に持ってきてくれる。おー、いい感じやん。ざるいって2本ずつぐらい。ああ、3本、まあいいや、適当やったり。なんかね、いやなんか、頑張って鳴らしてさ、やっと植えてるこの喜び。これが荒らされたら動物に許されへん。その動物どうすんの？食べる。米を食ったお前を食べる。だから結局米食えるからいいね。間何それ？接的に。俺もこれ書き消されてない。もうちょっとで終わります。あと3回ぐらいで。19時50分。もう8時間。うん。ギラついていけ。ギラついていけ。もう終わるぞよ、ほら。ギラついていけ。ギラついていけ。こんな時間まで食べやすいやつおらんの、マジで。マジおらん。しかも手で。傷んであれって決めたしかが言ってたから。俺は異端者だから。積んでるエンジンが違うんですわ。もうあれだよ。あと、人差しぐらい。もうこれで終わるか。決めるか。そうだね。さよなら。チッチッチ。終わったー。これほんまに終わった多分。終わったー。レジ。ああ。株式会社すごい、これ異世界におるみたいな。なんかね、すごいね。こんな光景。終わるか。やりきりました。やりきりました。ご覧いただけているだろうか。この美しい苗たちを、立派に育ったこの姿は見る者を魅了する。終わった。はは？識別テーピング。このピンク色のが鹿がほら焦ってるやん。ほら焦るらしい。ほら焦ってる。鹿を焦らせていく。焦ってる。焦っていくや焦ってるやん。あ、近くにいくいく。待ってる。捕まえたり。いく。マムシかな。ちょっと待って、これマムシかも。マムシの赤ちゃんじゃない。危なくないの？頭でも三角形じゃないな。ワンチャンマムシかもしれん。うわ、こてつの。噛んでるよさっきから。大丈夫、長いジーパンの分厚いから。ほら。お、すげえ、シュルシュルシュルってやった。いきなりこっちこんといて。だーい。やめろよ。はい、ツンツンツン、ほほ大丈夫？おー、やばい、来た。うまいんかな。マムシ。ほぼ骨やろこれ今。まだ。触ってみるよ。いやいや。大丈夫やから。押さえてるから大丈うわ、なんかうまそう。うまそうやばいや。夫。もうそれこそ意地悪レンジャー見すぎやろ。
じゃあちょっと話していい？家の近く嫌やから。心配な。やめてよ。すごい。本物？じゃあおもちゃなこれ。畑のルームツアーをしたいと思います。一個一個じゃあ紹介していこうと思います。まずこちら小芋です。小芋が12345個ありますね。これも、ご近所の方からのいただき物の苗です。はい、こちらからじゃがいもです。じゃがいもがいっぱいある。このクソでかいのも全部じゃがいも。めっちゃこれね大きく育ってくれたんですよね。すごい。ちゃんとね芽かき作業したっていう人いると思うんで、芽かきっていう作業もちゃんとしてます。これもほんまにじゃがいもみたいな状態からやってます。これも小芋かな。多分これも小芋やと思う。これも小芋やと思う。里芋やな。でこちらはバジルでございます。昨日も使ったでこれ採取して。はい、でこちらナスです。ちょっと実がなってきてんのよほら。あ、すごいね、これもいい感じに育ってくれてるんですよね。でこちら次キュウリ。これキュウリってなんかさ棒に立ってるイメージあるやん。だからこれそろそろなんかやった方がいいかなと思うんやけど、まあこれをやろうと思いますねそろそろ。こちらキュウリです。この2つが確かにちょっと俺も曖昧やけどオクラのはず。オクラでこれ何サニーレタスかな。これはもういつもこう上カットして使ってます。まあすぐ生えてくるんで無限に。これ何やったか分からへんの俺。なんかさ植えたんよ。まあこれお楽しみってことで。ここからまたじゃがいも。ここからじゃがいもですね。またじゃがいもがバーっと。これは確かオクラ。うん。これオクラです。ちょうど今から水やりしようと思ってたんやけど。なんかでこれここにもあるけどスイカ。大玉スイカ。これスイカ。こっちもスイカです。でこれ見て。これトマトやろ。ちょっこ生えてきてんのよ。あ、ほんまや。ほら見える？トマト生えてきてる。はい。これもオクラじゃない。これオクラです。でまたこれネギね。ネギが見えづらいかもあります。ここに雑草ひどいな。なんもねこれマジ抜いても無限に生えてくるね。刈った草を上に乗せてマルチって言うんやけど、草マルチって言うんやけど、この土の乾燥のしすぎを防いだり雑草の抑制になるんやけど、それはもっとやらなあかんね。多分そう、ちょこちょこコツコツやってるんですよ。毎日コツコツはやってるんですけど。はい、次ここ。これがね確かこれもほぼ見えるかな。めっちゃ虫に食われてるのこれ。これが確かかぼちゃのやつで、このかぼちゃの葉っぱだけ全部食われてんで、これ美味しいんか知らんけどこれだけ狙われんねん。3個ぐらいはあったで。もう消え失せた。まあそうあるんだけど全部虫に食われてん葉っぱ。これでもねなんか別の食い物やった気がすんねんな。今までと違う。まあ、ごめんちょっと忘れた。これは多分いただき物やね。近所のおばあちゃんとかが結構くれるんですよ。はい。でここから見て。これねいちごです。サンガードとかしてから急に元気になったね。まあこれも楽しみやね、実るのが。ここは水菜です。ただね虫にめっちゃ食われて、ほら。あとこいつさもう水分上げ続けるのすぐしょぼぶから、これもうすぐもう乾燥してヒョンヒョンヒョンってこのようになるから。なんか石灰を巻いたらこういう葉っぱとかこういう上に害虫とかこういう防虫にもなるんやって。石灰を巻きたい。でこっからトマトです。これトマト。そうでこの2ついちご。これとも死にかけてないけど、そうこの2つのいちごですね。今のところ害獣とかが入ってきてるのは見たことはないよね。目の前でその音だけもう絶対でもこれぐらいのでかさの音やね。なんかもうカカカカカみたいな、あそこガーッと上がってたんやけど、今のところ中に侵入してるのは見たことはない。持ったらガスガンで撃とうと思います。まあざっとこんな感じかな。そうやね。だから今ここもちょっとずつ耕して下広げていってんねんけど、毎日コツコツねこれもっと細かくせなあかんねんけど、これほんま大変やね。多分これ10年ぐらい使われてないからもうカッチカチで
だから前にちょっとずつ面積広げていってるって感じじゃない、コツコツと。ついにですね、床を直していきたいと思います。前回はこう漆喰を塗って、今こういう感じで畳なんで、畳も悪くはないんですけど、この部屋はなんかちょっと、洋風というか畳の部屋いっぱいあるんで、この部屋は編集部屋とかで畳じゃない部屋がいいなと思ったんで、床をね、畳をフローリングに変えていきます。でこんな感じで作業台も作りましたんでね、ショート動画見た人は分かると思うけど、ショートというかインスタ見てくれた人は分かると思うけど、こういう作業台とかも作ったんで作業しやすいようにね。でネダと、合板買って、あとここにあれですね、アマゾンで買った床を引くやつがあるんですね。これらでね、床を作っていきたいと思います。とりあえず畳をめくっていきます。バールを突っ込んで、ビスが打たれてるってことはこうネドが入ってるから、こう向きに入れていく。畳の下がホコリまみれなんで綺麗にしていきます。掃除機でね。古民家の再生は掃除といっても過言ではないぐらい掃除です。 OK。 次は床に使うネブを切っていきます。これも全部初めての作業です。大工っぽい。大工っぽいで、なんか確かにこのなんかなんてだっけあれ、膨らんでるなんか飛び職人みたいなやつやろ。そうこれがね、確かにあえてたまたま全部切りましたんで下に持っております。こういうネブの長さとか全部 AI を使って計算してます。値段とかいろいろ計算機は全部。こういう作業でこう計算通りにいったらめっちゃ気持ちいいですよね。初めてインパクトドライバーを使います。押し込む？来た。こっちいる。やってるうちにだいぶインパクトの使い方も慣れてきました。おりー気持ちいい。うわ、めっちゃ濃くなってる。すげえ。本当はこのネブの間に断熱材を入れるといいみたいなんですけど、今回は節約ということで、入れてません。ちょっと来ました。
隙間できちゃう。ここ隙間できる方が嫌だね。そうだからここでいい。あっちはこれはまあいいでしょう。扉とかこことかね、もう鍵で閉まらないんだよ。掴んでんの、もう建物から。ここね、噛み合わないんだから。これ閉まらない。だから思いっきり、だからってやりながら鍵閉めるとこれ閉まるっていう感じ。そんな汚くそうやから蓋しとく。絶対だ。ちょっと待って。ブサイな、ブサイク。もう9、9、僕も8.9だって。そこをグッと押さえてください。イエスイエスイエス。ここがちょっと膨らんでる。力でいく。これがやりたかったやつ。楽しいんだよね、見てて。うわっ、手入った。シェシ行けよ。ガヤでカンナを映してもらっても。あ、ごめんなさい。ガワいらんがい。ナイス。これちょいと削ります。うわ、来た。ケイ。あとはもうビス打ち込んで貼るだけシート。やりますか。こっからタイムラプスじゃけの。2日目。今からね、そのアマゾンでこういうシートを買ったんですよ。畳6畳分で1万1000円ぐらいだったから、こういうシートを買いました。結構ね、リアルで評価が的に高かったから、本当はフローリングって言って、こうなんていうの、マジの木やりたかったけど高いんですよ。だからまあコストカットということで、ここはまあ編集部屋とかになるからまあいいかなみたいな。これさ、切らずに綺麗にはまってくれたらいいな。このタイルね、簡単に見えて地味にこれめんどくさいんですよ。まあ、貼るだけで、まあ、比較的簡単な方ではあると思うんですけど、こう、なんていうんかな、ちょっとずれたりしたり、あとこう、カットしてはめる、そのカットが結構地味にむずい。簡単なようでむずい。ただこれ結構いい商品だと思う。質感もめっちゃ木っぽいし、全然安っぽく見えない。完成しました。めっちゃいい感じだけど、すごいね。これいいかとは思えないんで、あそこ。今ちょっと当時の映像が流れてるかもしれない。いいね、事務所みたいで。すげえ。めっちゃすごい面でしかも。目回った。発動きません。寝ます、今から。
めっちゃいい感じやろ。部屋になってる。ね。いや、ここの部屋に寝るのマジでね、1ヶ月、マジ、1ヶ月近くで多分、2、3週間ぶりぐらい。おやすみなさーい。野外キッチンを作りたいから、レンガが必要なんやけど、レンガって案外高くて、で、庭にね、埋まってたんよ、こんな感じで見てたら。っていうことで、亀さんが今、レンガを回収してるんですけど、この辺ムカデとかえぐい。多分そのうちうわーとか言って出てくるで。あれどこ行った？あいた。やばすぎる。ここの家の庭ね、レンガとか以外にもね、いろんなもの出てくるんよ。なんか瓶とかパナのなんか何やっけあれシンク、本当に洗面台みたいなの出てきたりとか、クソでかい土管みたいなの出てきたりとか、なんかいろんなもん出てきますね。やっぱ埋まるというか、月日が経ってどんどん埋まっていくもんなんやね。だからまだまだなんか見つかってないもん多分あると思います。どうしよう、白骨死体とか出てきたら。でかっ、でかっはでかっ、嘘でしょ。これ映ってる？ほら、これあっちの巣だよ。えぐ。そのどれぐらい？バカでかい。でもおらんやん。ほらね、2つ3つあるで。ちっちゃいのとあそこにスノー上にもたくさん。でかすぎやわあれは。そうだ。どうしたらいいこれ？どうやってやろう。ボールみたいな大きな投げるしかなくないこれ。まずはこちらから。うわっ、折るな、ちっちゃいの。無傷や、ほぼ。歯消えた。怒られるで。大丈夫、怒られる。蜂に。ふざけてる。こっちが怒っとる。ラウンド2、一級入魂。しゃっ、うわうわうわ、蜂おらんよ。あ、おらんな。それでいいやん、もう。何回かそれでやって、それでいいね。これ YouTube やから。いいバスケットボールいかなあかんねん。いきます。シュッ。ダサ。そこ壊れる。壊れる。ボロボロやからこの家。ふざけろ。一回試しやってみや。無理やって。届くわけないやん。一般人代表。こんな一般人代表どうぞ。絶対届かんもん。はい、これ一般人代表やな。当てたよな、一回ぐらい。うわー、壊れる普通に。おお。怖いな。見て。こんなに軽いんやな。ほら。はい、見てください。こんだけのね、レンガが僕たちのね、土地から出てきました。埋まってたりとか、まあ、落ちてたり。で結構な量あるよね。うん。なんか野外キッチン作るのにレンガが欲しくて、アマゾンとか調べたら結構高いんよ。あとジモティーとかで見てもあんまなくて困ってたけど、自分の家の土地にいっぱいあったっていうね。ヤフーで50個で2万とかだったもんね。そう。上等やで、これで。これでね、まあ、野外キッチン作れるなやと。ね、コンクリみたいな。あ、こういうブロックもあるよね。そう、こういうのもあって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、から50個は、いや、60個、70個ぐらいあるんちゃう、これ入れたら。今からインスタグラムとかで使うショート動画を撮影していきます。で、こう、かまどを作ってご飯を
作ろうみたいなショート動画を今撮ってて、まあそれの裏側みたいな感じですね。すげえ粘土質だな。ちゃんといけたよ。普段こんな感じでやってるんですよ、ショート動画の裏側は。ショート動画だけで見ると、なんかこう、華々しくというか、なんていうんかな、晴れやかに見えるんですけど、実際やってる側としては結構これ大変で、っていう裏側。だから、やってて思うのは、こう、見せ物というか、メディアとかそういうもんって全部もうフェイクなんだなって、作ってる本人が思いますね、これ。そんなこと言っていいかわからんけど。はい、まあそんな感じで。でも、こう動画にしてみると、まあいい生活を送ってるなってやっぱ改めてでも思います。こうやっぱ自然豊かで、こういう同じような生活がついたら当たり前になってるような気がするんですけど、一発じゃいかんね。やっぱ当たり前に感謝しないといけないなって思いました。いいね。で、今回の動画も1時間ちょいぐらいの結構大作だと思うんですけど、まあここまで見てくれたあなたはもう僕の立派なファンになってることなんで、これからもね、長くお付き合いしたいなと思います。はい。ということで、まああんま長く喋ってもあれなんで、次回の動画もね、見てください。ぜひ、ショート動画、YouTube のショート動画も上げていくとかなって考えてます。で、インスタのリールはね、結構高頻度で上がってるんで、本当にファンならインスタにも飛んでみてください。インスタも入れたことない人もダウンロードしてみてください。てな感じで終わります。また、ということで、また会いましょう。いつでも私は君のそばにいる。